今回は16メタニウム MgL です。こっちはあまりウィンウィン音が鳴らないですね。動作も良好です。しかし前回同様に細部まで分解して汚れは全部なくします。スプールにはベアリングが入ってます。この個体もスタードラグ抑え板がえぐれてます。ここは組み立て時にコツがいる部分なので、だいたいこうなっていることが多いです。今回はスプールにもベアリングが入っているので、ここも分解します。ここにはシーリングも入っていてかなり厄介です。しかもシマノの部品リストにありません。さらに言うと、この中にあるスプリングとワッシャー2枚も部品リストにありません。なくしたらどうすればいいんですかね。このギアのある部分は諦めました。取る方法は間違いなくあるのですが、破損が怖いのでこのまま洗浄します。やっぱり綺麗ですね。全然面白くありません。直すのが好きなので状態悪いものを望んでいるのですが、リールって意外とひどいものがないですよね。結構ネットで探すのですが見つけられないです。以前のカルカッタはひどすぎましたが、あれぐらいになると皆さん捨ててしまうんですかね。内部の機構は DC も MgL もほとんど違いがありませんね。この部分は DC と違いました。ビスで固定されています。ここのワッシャーが2枚は珍しいですね。だいたい1枚の印象です。MgL になったらこのピンは樹脂になりました。多分材質はジュラコンだと思います。この汚さがいいですね。ウォームシャフトのブッシュは純正の樹脂のままでした。せっかくなのでベアリングに変えます。通常分解しない場所は汚いですね。こうでないと困ります。
ここも分解は諦めました。ここは高強度のネジロックがされている上にドライバーのサイズも0番なので外すのが相当難しいです。無理すると二度と外せなくなるのでこのまま洗浄します。はい、ドライブギアが分解できなかったのは残念ですが、ほとんどの部品は取り外しました。前回同様にカバー側にあるピンを外し忘れてました。限界に近い洗浄液ですが、かなり綺麗になりました。いつも通りの注油です。今回も R スピードさんのケミカルです。メタニウムは全部これでいきます。レベルワインの内部も磨いておきます。映像では分かりにくいですが、かなり綺麗になってます。これが飛距離にどれだけ影響するか分かりませんが、やって損はないと思います。ウォームシャフトのベアリングは 630ZZ を使います。ハンドルノブとかに使われるサイズと同様です。余談ですが、私はスピニングよりベイトのメンテナンスの方が嫌いです。この E リングが嫌いな理由で、ベイトは多用されてるんですよね。実際にこの時に飛んでいってなくなりました。
E リングがついてないですが、組み立てを進めていきます。これは後からでも取り付けできます。なくなった E リングは別の機種から拝借しました。この機種は20メタニウムです。ひどいことしてますよね。実はこの20メタニウムはレベルワインドの動きがおかしいです。右に寄った時に引っかかるんですよね。長期戦になりそうなので、とりあえず20メタニウムはいずれ E リングを新品入れるとして16を復活させます。最後に芯出しして終わりです。綺麗になりましたが、組んでしまえば内部の状態はわからないんですよね。しかもメンテナンス前と変化した気がしません。もともとの動作が良好すぎました。内部が確実に綺麗なことを友人に伝える方法はこの動画だけです。次回は先ほど実害のあった20メタニウムです。すでに結構いろいろ見ましたが、全然原因がわからないので、もしかしたら自分用に1台買うことになりそうです。